こんにちは。レイウッド、カメラ部の K です。今回の動画はですね、こちらになります。ジャンクのニコン D70 ですね。で、ボディはニコンの D70 なんですけど、今回のこのジャンクカメラのメインディッシュはですね、この取り付けられているレンズになります。レンズになるんですけど、一旦せっかくボディがついてるのでそうですね。言ってみれば、ボディ付きでレンズ買いましたみたいな感じなんですけど、まず、せっかくボディついてますので、この D70 ですね。簡単な情報をお伝えしておくと、まず、発売が2004年の3月19日だったみたいです。で、一応、ニコンさんのサイトを見たら、希望小売価格っていうのが出ていて、一応、ボディのみかなで、15万円税別というお値段だったみたいです。信じられないですねちなみに、購入価格は、5500円です。このレンズがついて、ボディで、一応、これついてくると嬉しいやつなんですけど、実際、ジャンクあさりしてると。一応、この充電器ですね。充電器と、あとは、入ってるかな？バッテリーも一応ついてるやつだったんですよ。あ、入ってますね。でも、出品の状況としては、いつものヤフオク入手です。ヤフオクで入手したんですけど、出品の状況としては、もう完全にジャンクですよと。レンズもボディもジャンクですよ。で、充電器ついてるんだけど、これ充電して入れても起動しませんでした。電源入りませんでした。ジャンクです。っていうものでした。で、見た目的にもだいぶジャンクです。グリップの辺は、まあ、ご多分に漏れずっていう感じで、こう汚い感じですね。で、ここがですね、ニコンらしいポイントの一つだと思うんですけど、こう赤いこうブーメランみたいな形した赤い差し色が入ってるんですけど、ここもですね、なんかこう黒く汚れちゃってるというような感じです。あと、あれ言ってなかったですね。画素数とか。一応、610万画素。有効で610万画素。で、CCD センサーっていうやつですね。まあ、この頃の、この一眼レフのカメラの、魅力っていうのは、センサーが CCD だよっていうのが、まあ、一部の人というか、結構多くの人にとって魅力の部分だと思うんですけど、センサーは CCD センサーっていうのが使われてます。今時のカメラはもうみんな CMOS センサーっていうやつになってるんですけど、CCD センサーが使われてますよというカメラになります。じゃあ、早速、まだ全然動かしてないんで、チェックしていきますか。どこから行きましょう？電池入れて動くかやっちゃいますか、まず。じゃあ、ちょっと、そもそもこれ電源入んないって言ったんで、入んないですね。で、蘇る可能性は薄そうですけど、一応、もともと入ってた電池は、ついてきた充電器で、ちょっと充電しておいてみます。じゃあ今、ちょっとこれ、コンセント挿したんですけど、こうですね。一応、点滅はしてますが、これも出品のところに書いてあったんですよ。一応点滅して、充電して入れたんですけど、動きませんでしたっていうことで、もしかしたらボディいっちゃってるかもしれないですね。じゃあこれちょっと充電しておきます。じゃあ、手持ちの同じタイプのこのバッテリーですね。これを入れて、スイッチ入れてみます。さあ、これで動いたら、まず、おまけのボディは使えるかもっていうことがわかるんで、いきます。一旦電池入れて、ここの表示は出てますね。はい。スイッチは入ったっぽいですね。液晶もつきましたね。そしたら、あとはシャッター切れるか、このまま
やりますか。あと、このね、今回のメインディッシュのレンズ。これも程度はそんなに良くないかもしれないです。ちょっと今パッと見そんなめちゃくちゃカビ生えちゃってるとかはないですけど、よーく見ると、塵なのか、汚れなのか、まあ、最悪カビかもっていうのが見えますね。で、これ、フィルターの汚れだったらラッキーだったんですけど、今回して分かったんですけど、気になるカビかもなっていうのが回らないですね。フィルターを回しても。なので、レンズについてますね。まあいいか。ちょっとそれは後で見ていきましょう。一旦、これもともとフィルターついてたんですけど、これちょっとまたつけときます。で、ちょっとこれも外しちゃいますか。フード外して、で、D70 はコンパクトフラッシュ。SD カードじゃなくてコンパクトフラッシュなんで、ちょっと手持ちのコンパクトフラッシュ入れてみます。はい、じゃあ、無難に、アダプターとかかまさずに、普通のコンパクトフラッシュでいってみます。ここはそんなにバッチくないんで入れちゃいます。ちょっと今向き間違えてました。こっち向きですね。で、刺して、こうか。はい、スイッチ入れて、とりあえず、A モードでいいか。止まっちゃった。ボディは、怪しいな。バッテリー、これも残量があんまりなかったのかな。ちょっと、レンズ外してみますか。ちょっと荒っぽいですけど、ここに置いちゃいます。ミラーが途中で止まっちゃってますね。今一応動いたけど。いやー。ボディいっちゃってるかもしれないですね。なんか僕の経験と知識ではすぐに治るやつじゃないかもしれないです。電池入れ直します。シャッター切ってみます。ちょっとマニュアルで。動くけど、なんか電源落ちちゃいますっていう状態ですね。いや、でもバッテリーはなくはないと思うんですよ、これ。正常なやつで、満タン充電ではないですけど、そんなに使ってない状態。充電してからそんなに使ってない状態だったんで。じゃあ、あれやってみるか。劇薬入れてみるか。劇薬って言っても大したもんじゃないですけど、サードパーティーのバッテリーですね。これでちょっとビビらせるっていうのをやってみます。はい。じゃあ、こういうやつ。タイプ C で充電。タイプ C の USB で充電できるタイプの車外バッテリーですね。これを突っ込んで、ちょっとビビらしてやります。うわ、なんか動き変ですね。なんか、止まらなくなりましたけど。変は変ですね。これは、ちょっとすぐには治らなそうです。一応シャッター切れるんですけど、なんか変ですよね。今これ変ですね。こんにちはってなって閉まるまで遅くないみたいな。普通に動くときもあるんですけど、これこんにちはでどうもみたいな。
ちょっともう一回レンズつけてみますか。レンズつけて、シャッタースピード、とりあえず100ぐらいで。一応ピントを合わせる動きは、レンズの方は頑張ってますね。あ、一応今一回撮れましたね。お、なんかやる気が出てきた。ちょっとやる気出てきましたね。A モードはあれ、なんかだんだん撮れるようになってきましたね。劇薬がちょっと効いてきたかもしれないです。あ、止まっちゃった。あ、これピントが合ってないだけか。あれ？目を覚ましてきましたね。よし。ボディまあいいや。ボディは一旦これぐらいにしておきます。今回おまけなんで。で、メインディッシュのレンズですね。ちょっとレンズを見ていきたいと思います。はい。じゃあこの人はもう、一旦養生テープですね。養生テープで、お蓋しておきます。これも取っときますかも。このストラップも新品だったら、なかなかの貴重品だったと思うんですけどね。この、プロフェッショナルって書いてあるやつ。そんな詳しくないですけど、多分、まあまあ貴重品だと思います。でも、バッチリですね。で、本当にどうしようもないでここ僕切っちゃったりするんですけど、めんどくさくて。ちょっと、さすがになんかこれあんまり見ないストラップなんで、恐れ多いんで、切るのはやめときます。はい。ストラップ外しまして、じゃあ一旦これは置いときます。で、レンズ。これが今回メインディッシュなんですけど、一応今回購入価格5500円。これとこれで。で、なんでそんなに安く買えたかっていうと、そもそもこのレンズは、一応中古相場、ざっと見たところ、だいたい、1万円から1万5千円ぐらい。もちろん程度によるんですけどね。だいたいそれぐらいの相場。で、ボディとレンズで今回5500円だったんで、結構安く買えてると思うんですけど、なぜかっていうと、まあ、状態がわからないのと、あと、そもそもですね、今回出品されてる時に、こうなってたんですよ。で、このレンズがどういうレンズなのかっていうのが、よくわからない方向から撮影されていて、だってこれだとよくわかんないじゃないですか。なんかこんな感じで映ってたんですよ。ボディに取り付けられたまま。で、肝心な、ここが映ってないんですね。ここが映ってれば、シグマの 30mm の F1.4 っていう、結構いいやつじゃんみたいなのがすぐわかるんですけど、ここが隠れてたんですよ。でも、なんか佇まいが怪しかったんで、これあれじゃないみたいな感じで、めちゃめちゃよく見て、で、画像検索して、このレンズ調べたら、あれこれあれじゃんみたいな。でも確証はなかったんですけど、まず間違いなくこれだよなっていうので、ちょっと今回チャレンジしてみたっていう流れになります。ただ、状態わからなかったんで、どうかなと思ったんですけど、ちょっとね、怪しい。こっち、後ろ玉結構綺麗ですけど、パッと見今。前玉がですね、ちょっと曇りが、ほら、見えます？これは多分カビかな？ちょっと、しかも今見た感じ、表面じゃなくて、やらしいことに中にありそうな感じなんで、ちょっとこれはまた調べて分解清掃できるようだったらちょっとしてみようかなっていう感じですね。ただまあ一旦、そうですね。
この中は一応綺麗に見えてるんで、なんていうのかな。普通に撮れるとは思います。ただ気持ちのいいもんじゃないですよね。このレンズにカビがある状態っていうのは。なので、まず一旦そもそも動くかっていうのを、適当なボディにくっつけて、まず試してみたいと思います。じゃあその前に、ちょっと拭きますか、ここ。せめてもの。せめてものを、なんて言うんですか。お手持ちのボディにくっつける前に、やっぱちょっとは綺麗にしておきたいですね。特にこの接触する部分。ほら。まあこれグリスだと思うんですけど、ちょっと汚れてますもんね。ちょっと、拭いて。ここもなんか特に後ろ玉ってあんまり拭かない方がいいよって言われますけど、まあジャンクレンズなんで拭きます。うん。後ろはやっぱり綺麗ですね。多分機能的にも気持ち的にも後ろ玉が綺麗な方がいいですよね。うん。いいと思います。でもなんか、この、なんていうんですか、筐体自体はベタつきとかひどい汚れとか傷とかはなさそうなんで、それは良かったなって感じですね。ちょっとこの金色のテープがボロくなってきてるかもしれない。じゃあ、ちょっとこれ蓋、一旦つけて、こっちも拭くだけ拭いてみましょうか。多分ね、こればらさないとダメなんですけど。あ、全然中ですね、これ。全然取れないんで。ああ、そうですね。まあまあ今綺麗になりましたけど、中にも奴らがいますね。うん。ほら。ちょっと表面綺麗にはなりましたけど、ちょっと見えないかな。あ、ほら、いますよね。結構盛大にいますよね。とりあえずちょっと機械的に大丈夫かっていうのだけ確かめるために撮ってみますね。じゃあ最近の動画で登場してたこの D50。これいくらでしたっけ？これもだいぶ安かったやつですけど。じゃあさっきのこの人に入れた電池で。はい。じゃあ、ピントはこう動いてますね。一応。なんかちょっときしみ音みたいなのしてますけど。ちょっとわかりづらいかな。こうして。ほら。ちょっと久しぶりすぎて、きしみ音出てますね。あ、もうこれでわかるか。これは新品の時は多分こんなんじゃないと思うんですよね。これも使ってるうちに消えたらいいんですけど、使ってるうちに消えなかったらまたちょっと考えないといけないですね。いやでも、やっぱり、でかくてかっこいいですね。これ何ミリなんだろう。62ですね、ここ。これ62なんで、でかいですね。でかくて短いんで、かっこかわいいですね。じゃあちょっと撮ってみます。ちょっと暗い。あ、マニュアルになっちゃった。とりあえず A で。で、自慢の開放 1.4 ちゃんとなりますね。開放 1.4 って僕は初めてですわ、多分。あ、このレンズ。あ、おっぴろげでした。はい。おー、一応撮れてます。じゃあちょっと、この人を撮ってみます。どれぐらいまで寄れるんだろう。
これぐらいは全然いけますね。これで限界ぐらい。30センチぐらいですかね。ここまでいける。うわ。さすがに、いかにも単焦点で明るいレンズですっていう、ボッケボケの背景になりますね。とりあえず使うには使える。でも、やっぱりさっき見ていただいたように結構カビがあるんで、ちょっとあれは掃除したいし、もしかしたら逆光気味の時とか、ちょっと厳しい条件の時には影響が出るんじゃないかなっていう感じはしますね。はい、ちょっといろいろ今調べてみたんですけど、このレンズ、なかなか情報が少ないですね。情報っていうのは分解の情報ですね。ちょっと今この動画撮影しながら、もしですね、前玉、この一番前のレンズを簡単にくるっと回して外せたら、ちょっと軽く掃除しちゃおうかなと思ったんですけど、そもそもですね、このレンズを分解してる情報が全然なくて、本当はそういうのが見つかれば、こうやってやるんだっていうのがすぐわかるんで、それでですね、ちょっとできればなと思ったんですけど、これは、ちょっとすぐには分解ができなさそう。で、自分でもちょっと試してみたんですよ。ここに、無水エタノールっていうのをちょっと刺して、こういうやつですね。こういうので、ちょっとサイズいくつか変えて、この、一番外、あと内側で、あんまりやりたくなかったですけど、レンズ。それぞれですね、この回す道具があるんですけど、これの径を変えて回してみたんですけど、ちょっと簡単には回せなかったんで、これはもうじっくり戦うやつだなという形に、判断しました。なので、ちょっと今回のこの動画を撮影している時点においては、今回のこのジャンクの、D70 とジャンクのこのシグマの 30mm F1.4 との戦いはドローですね。ドロー。一応ちゃんと撮れてるんでこれ。ただやっぱりカビがあるの気持ち悪いじゃないですか。なのでこれでもしもともとついてたこのフィルターに汚れがついてただけでこれ外したらうわ綺麗だったっていうのは大勝利のパターンで、そういうパターンが良かったなと思ってたんですけど、毎回勝利はできないですよね。なので、たまにはこういうこともありますよっていう参考にしていただいて、で、今回の動画ちょっとそんなに長く時間を取ってやるつもりではなかったので、一旦ドロー。で、ここから、ジャンクの勝負っていうのは、勝利に持っていく。時間をかけて勝利に持っていくっていうこともできますので引き続きですね、このレンズ、とりあえず使えるのは使えますっていうのと、あとはこのボディも、実はですね、さっき、レンズの方いろいろ試したついでに、こっちも、もう一回試してみたら、なぜかだんだん、多分久しぶりに血が通って、だんだん目覚めてきたのか、動きがなんか自然に治ってきました。自然治癒を始めてます、こいつが。こうじゃないですか。電源入れます。で、このカネゴン。ピント合います。撮影できます。っていう、こんな感じで映せるんで、ちょっと、一旦今、この卓上で動画撮ってますけど、この後ですね、この、ボディはもともと元気に動いていた D50 で、このレンズ、ちょっと試し撮りしましたので、これぐらいは映りましたっていうのを、ちょっと画像で流しながら、後から声入れて、動画にしておきますので、よかったら引き続き見てください。で、ついでに、この D70 も、ちょっと動くようになってきたんで、せっかくなんで、多分なんか全部機能してるっぽいんで、また、これもですね、ちょっと別動画で、もう相当汚いんで、別動画でちょっと綺麗にして、動くようになるかっていうのは、ちょっとやってみたいと思います。別動画でですね。
で、この動画ではちょっと本当に試し撮りレベルで撮ってみますけど、これもちょっとカネゴン。まあまあ寄れるけど、めちゃめちゃ寄れるわけではないですね。やっぱり30センチ、ちょっと細かいスペック調べてないんでわかんないですけど、体感30センチぐらいって感じですね。いや、もうこれ、D70 も僕、触ったことがあってもちょっとまともに撮ったことがないんで、あれですけど、D70 もなんかいいぞ。レンズがいいだけか、これ。ちょっと D70 もいずれ、D70 の動画撮ってみたいですね。こんなカメラでしたみたいなのを、ちょっとまた別の動画でやろうと思うんで、今回はちょっとこのジャンクレンズの試し撮りって感じで、この後流しておきます。今回はこのジャンクレンズの試し撮りで、D50 をメインで D70 でもこんな風に、今撮ったやつですけどね、こんな風に撮れましたよっていうのをちょっと後で参考に、ちょっとノールックで撮っとく。もうちょっと適当に、はい、後で流しておきます。じゃあこのまま後で編集して声入れた動画に変わっていきますのでお願いします。はい、じゃあまず色の感じですね。色の感じはもうこんな感じで、ちょっと原色のなんか置物を置いてみましたけど、こんな感じで、まあ何の問題もなく綺麗な感じで出てるんじゃないかなと思います。で F 値が 1.4 までいけるので、そこが自慢ポイントなレンズだと思うんですけど、これがこのフィギュアですね、黄色赤青が10センチ間隔で置いてあるんですけど、それでも、で、黄色が最短の40センチかな。で、合わせて撮ってるんですけど、いいですよね。ぼかしたいなっていう時は、どんだけでもぼかせるみたいな感じですね。で、ちょっとせっかくなんで、あんまり普段こういうことしたことなかったんですけど、F 値をですね、1.4 からどんどん絞っていったらどうなるかっていうのをせっかくなんでこのままやってみたのがこちらです。まずこれが 1.4 からスタートしてます。で、これ2段ぐらい絞ったのかな。絞って、で、ここからどんどん絞っていくんですけど、こんな感じでだんだんボケが弱くなって、これが 5.6 ぐらいですね。でさらに絞っていくとカネゴンがだんだん見えてきて、最後がこれ F8 ぐらいだったと思うんですけど、はい、こんな感じです。続いてこれがちょっと金属的なものというか、ビールの缶ですけどねをこれ室内で夜ですね。だから結構暗めの厳しめの環境なんですけど、さすがって感じで、スピードライト、フラッシュですねとかを使わなくても、もう全然普通に撮れました。いいですね。こっち結構色気のある感じで撮れるんで、こういうものが。やっぱ単焦点レンズいいなみたいな思いますよね。こういう風に撮れてるのを見ると。ただですね、この缶2個並んでて、これ今一番寄れるところで撮ってるんですよね、これで。なので、やっぱりもうちょっと寄れるといいなっていうのが、僕がちょっと小物とか、なんかラジコンとかそういうのばっかり撮るからっていうのもあるんですけど、なんかこれ家にあったちっこいもの、これ、身長2、3センチぐらいのだるまですけど、これ一番寄ってこれぐらいの大きさでしか撮れないので、もう一声みたいなところはあるんですけど、さっきの缶とか、コップとか、それぐらいまでだったら普通に映せるっていう感じでした。あと、これも同じく夜の室内で、なかなかシャッタースピード上げれないみたいな悩みが発生するところなんですけど、犬ですね。止まっててくれれば普通にこれぐらいはもうパシャパシャ撮っても普通にこれぐらいで映ってました。なのでやっぱり便利ですね、明るいレンズは。僕自身もF1.4 なんて初めてだったんで、撮ってるうちにすごいなと思って、これ調子に乗って同じく夜の室内のちょっと棚の中なんで結構暗いところなんですけど、それもですね手持ちで普通にこれぐらいはパシャッと撮っただけで映るんですよね。なのでこれちょっと試し撮りいろいろしてるうちに、
ちょっとカビが生えてたっていうのがあったんですけどでも、普通に映ってるし、すごい便利だったんで、結構テンションは上がってきましたね。あ、これ良かったな、みたいな。これ程度がいいとやっぱり15,000円ぐらいはするレンズだったので、で、まあそこそこの程度でも1万円ぐらいするっていうのが、まあ5,500円でちょっとカビ生えてるけど、まあ写りにはほぼ影響ないかなみたいな。で、おまけで D70 のボディがついてたんでまあ、そう考えれば全然いいんじゃないですかね。まあすごい細かいですけど、さらにおまけで、一応、ちょっと口径大きめのレンズフィルターも、あれは綺麗だったんで、あれもついてたんでそうやって、どんどん自分に言い訳して、あ、これは損してないよな、みたいな。まあ、これも、ジャンクのあるあるですね。自分に言い訳していくみたいな。あ、で、これがさらに調子に乗って、もうすごい暗がりに置いてあるストーブも撮ってみたんですけど、さすがにこれはちょっと、あれですね、若干手ぶれしてるなっていう感じ。まあでも、撮れないことはないっていう感じなんで、まあやっぱり明るいレンズすごいなっていうところですね。でもしやと思って、フラッシュなしで動いてる犬を撮ってみたんですけど、さすがに全然ダメでした。これそもそもピントも合ってないっぽいですけど。はい。まあ犬は止まってるところで撮りましょうと。室内ですね。夜の室内で暗いような時は。で、あと、車か。これは。車ちょっと汚いですけど、汚い車を撮ってみましたこんな感じで。まあまあ、当たり前ですけど、普通に撮れますね。で、これがウッドハンドルなんですけど、こういうものの質感なんかも、まあ、単焦点ならではっていう感じで、まあ普通にいい感じで撮れますね。まあ、ボケと相まって、いい感じで撮れますね。あとは、やっぱりラジコンですね、僕の場合は。ラジコンもまあ普通に寄ってこれぐらいで撮れたんで、まあまあ全然問題なくラジコン撮りにも使えますね。やっぱりボケがあるんで、まあそれをうまく使ってかっこいい絵が撮れるんじゃないかなとちょっと期待してます。はい。以上が D50 につけて撮ってみた写真でした。で、あとちょこっとだけ一応D70 動いたんで、D70 の方でも撮ってみたんで、それもちょこっとだけお見せします。はい、これですね。撮れてますね。特に問題なく撮れてます。おまけの D70。D70 もう悪くないですね。なんか、しっとりした感じの絵で、ちょっと、また改めて綺麗にして、今回の D70 ですね。綺麗にして、ちょっと多分使えると思うんで、改めて別の動画でですね、使ってみて、こんなんでしたっていうのをまた動画にしたいと思いますけど、こんな感じです。はい。というわけで、この木の感じもいいですね。はい。というわけで、今回の動画ですね、ちょっと思ったより長くなっちゃったなと思ってるんですけど、まあ、サブチャンなんでいいですよね。はい。じゃあ、一応ですね、まあ、レンズ、カビありましたけど、値段の割には、まあ、使えますし、良かったんじゃないかということで、今回は引き分けで見逃してやるという形で終わりたいと思います。また改めて D70 もこのレンズも別の動画でですね、しっかり使ってみたよって感じで動画にしたいと思いますので、また見ていただければと思います。では今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。